こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちら。すごくね、透明感があってかっこいいイラストですよね。さきとさんの作品でタイトルは秘密の時間。前回、斉藤直樹先生に添削していただき、空間というものを意識しつつ、色の塗り方などを工夫して描きました。が、どことなくぼんやりしてしまって、いいねも伸びずじまいでした。自信作だったために悔しく、再び応募させていただきました。ぼんやりせずに、白紙が白飛びしない光の当て方を教えていただきたいです。その他、気になることがございましたら、ビシバシ添削をお願いします。はい、ということで、さきとさん、2回目のご応募ありがとうございます。はい、おそらくですね、2回目取り上げさせてもらった方、初めてじゃないかと思います。あれ ?1 人いましたっけ？いたような、いないような。はい、ごめんなさい。いずれにしろ、多分ね、いても1人いたかいないかぐらいだと思います。少ないですよね。はい、そして1回目に取り上げさせていただいたイラストはこちらのイラストですね。はい、覚えている視聴者さんも多いのではないでしょうか。今回のキャラクターの髪型と結構全く一緒の髪型なので、もしかしたら関連するキャラクターなのか、全く別のキャラクターなのか、確かですね、前回のコメントで自分のね、このペンネームのキャラクターのサキトというキャラクターだったと思うので、両方ともね、同じキャラクターなのかもしれません。でですね、まだ1回目でも添削されていない方がいると思うので、2回目同じ人添削するのってどうなんだろうって一瞬思ったんですが、同じ人をね、添削することで変化が見て取れて、見ている人の参考にもなりやすいのかなと思ったことと、あとですね、もう何よりもこれ、気まぐれ添削って言ってるように、僕のね、この気まぐれで添削しているっていうところもあるので、採用基準もね、僕の基準でやらせてもらいたいので、ここはね、自由にさせていただきたいと思います。でもね、これ選ぶ時に偶然選んじゃったんですよね。この人2回目の採用だって採用したんじゃなくて、これ添削したら皆さん持ち帰られるたくさんの知識があるだろうなって選んでみたら、よく見たらね、2回目の方だったっていう、これをですね、後で気づいて、どうしようかなってちょっと悩んじゃったっていう、そういういきさつだったんですね。はい。でですね、ご本人もビシバシ添削お願いしますっておっしゃっているので、あえてちょっとこう2回目っていうのもあって結構ね、添削厳しめに言うんですけど、これもしかしたらですね、見ている皆さんの方がこれ強く思っているかもしれませんが、あえてはっきり言っちゃいます。今回の絵の方が前回に比べて、一般的に見て下手に見えてると思います。はい、いいねがね、あんまり伸びなかったっておっしゃってますが、多分ですね、普通にそれが原因な気がしますね。で、こういう言い方をすると、まるで僕がね、努力不足のさきとさんをこうけなしているように、責めているように聞こえるかもしれませんが、実はね、そうじゃありません。むしろですね、絵を上達させようとすればさせようとするほど、こういうことって結構ね、頻繁に起きます。これですね、なんでこういうことが起きているのか、時間が経っているのに下手に見えてしまうのはなんでなのかっていうと、さきとさんはおそらく新しい着眼点や新しい色を使って絵を描こうとしているので、その見せ方にまだ慣れてなくて完成度を上げられずに、結果的に下手に見えるようになってしまったっていう現象だと思います。はい、この絵ですね、どこが下手に見えてしまっているのか、完成度を上げるにはどうすればいいのか、順番に解説していこうと思います。ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速いってみましょう。さあ、ということでビシバシいきますよ。この絵なんで失敗してるのかっていうと、もうね、ポーズの時点でちょっと失敗してますね。飲み物を飲んでいるポーズという出発点自体はいいんですが、飲み物を持つ手とか、あとはちょっとこう角度もね、結構無理がある感じがしています。はい、ということでね、このポーズ僕もちょっとやってみました。はい、僕がね、絵を描くときに自分で実際にポーズやった方がいいよって言ってるんですが、まさにですね、まさにこういう手の演技が絡むポーズってなおさらやった方がいいです。手ってですね、体のパーツの中で一番描くの難しいんですが、描くのが難しいにもかかわらず、手の表情を見ている人が敏感に感じ取ってしまうぐらい、かなりね、こう繊細なパーツなんですよね。で、実際にポーズ取ってみると再現しなきゃいけなかったぐらい、かなりね、こう難しいポーズでした。こうかなみたいな感じで結構ね、無理して撮りました。例えばですね、グッと肩をね、この下の方に下げなきゃいけないっていうのは結構無理してましたし、あとはですね、これやってみると結構ね、この部分、この飲み物と口との距離、ここがですね、結構長かったり、あとね、この手前の手のこの角度がかなりね、無理してこの角度にしないとなかなか難しい角度だったり、あとはこの口元の手ですね、ここはですね、ストローを押さえるためにここにこう手を添えたいんですが、それとこの手のひらが見える角度っていうのはかなりね、こう両立しにくかったですね。なのでね、これかなり嘘をついてこの角度を実現してしまっているので、結構ね、手が巨大に見えていると思います。あとはメガネのここの角度ですね。ここの角度、これね、ここテンプルって言うんですが、この
テンプルの角度もかなりこう無理してこう下に下げてますよね。実際にですね、無理があるポーズでもこのポーズ自体がすごくかっこよければそれでいいんですが、無理してる割にそれがかっこいいわけでもないっていう、そういう不自然さだけが際立ってしまっているように感じました。なので手の角度とか、あとは飲み物の距離を微調整して自然な感じのポーズに、まずはね写真で変更を加えてみました。はい、こんな感じですね。これがねこう唯一の正解というわけではないんですが、不自然さを取りつつも元のイラストの良さを活かせるような角度として一例を示してみた感じです。あとですね、ポーズの不自然さを取るのもそうなんですが、大事なことがもう一点あって、それがですねこの全体の構図ですね。この元の構図なんですが、キャラクターのですねこの上の部分、この部分がほら結構ねガバッと空いてますよね。でもね、ここにスペースが空いてしまうとキャラクターが結果的に小さくなってしまって見栄えがねかなり悪くなってしまいます。キャラクターは画面全体に大きく配置した方が圧倒的に見栄えもアップしますので、ここはねかなり意識してください。特にいいねが欲しいっていう場合にはもう何を置いてでもですねキャラクターは大きく配置してください。小さく配置するといいねはそれだけ減ります。でその上でね、僕が一旦撮ってみたこの写真のポーズに従ってキャラクターのポーズ修正していってみたいと思います。はい、まずはですねこの無理して下がってしまっていた右肩、これをね上げていきます。はい、こんな感じ。そしたらね、はい、飲み物ももう少しだけ口元に近づけますね。今ですね、カップの紅茶のこの上澄みだけをなんかこう意識的にこう吸い取ってる、ちょっとねこう変な人みたいな感じにも見えるので、それがねなんかこうかっこよくないんですよね。はい、やってみます。はい、飲み物を口に近づけました。こういう飲み物とカップの距離が遠いと不自然に見えるっていうのも、これね実は頭の中だけで想像するのって結構難しいと思いませんか？やってみて初めて、あれなんかこれ変に見えないって気づくレベルだと思います。写真を撮るのはめんどくさいって思っている人結構多いと思うんですが、写真を撮らずに描いた結果、そのせいで不自然になってしまって、で後からそこを直す羽目になる、もしくは最後まで違和感に気づかずに改善できなかったってなるよりも、ちょっとね最初に頑張って写真撮った方がこれね何倍にも効率的なんですよね。実は写真を撮るのってものすごくね成長に対して時短になるんですよ。さあカップを口元に近づけましたので、手の角度も合わせて調整します。はい、これもですね写真が参考になりますよね。はい、写真を参考にしながら描いていってみましょう。はい、同じく向かって右手の角度も修正していきます。はい、こんな感じ。若干手がごつくなりすぎましたかね。でも徐々にポーズ自体の不自然さは取れてきましたね。さらに手の位置が変わったので、体に続く部分、腕の部分もね角度を自然につなげていきましょう。こうです。はい、こんな感じ。あと襟元もですね角度が若干変わったので、ここも自然に合わせていきましょう。やってみます。はい、こんな感じ。あとですね、さきとさんの癖として、この手前をがっつり影にするっていうのがあると思うんですよ。はい、前回の絵もそうでした。これね、絵を描き慣れている人がやりがちなんですが、逆光ってですね、毎回毎回そればっかりやっている人がいたとしたら、それね、結構注意です。というのは逆光って絵が分かってる風、玄人を装うにはすごくいいんですが、これ注意しないとですね、ただただ見づらい絵になるんですよ。これ前回の絵はですね、逆光にしつつも線画をはっきりと描かれていたので、白と黒とのコントラストがうまくついていたので、そのせいでねすごく見栄えが良かったです。なんですが今
回の絵はですね、前回よりも線がねかなり細くなってしまっているのと、あとメガネとこのネクタイだけがやたら濃いので、あんまりですね絵全体にコントラストがうまくついていなくて、これねすごく見づらい絵になってしまっているんです。あとですね、もう一点、最近ですねまつげを白く描く人が結構多いんですが、これはですねキャラクターの透明感だったりミステリアスな感じを出すにはすごくいいんですが、その分ですねものすごく絵作りが難しくなります。難易度めちゃくちゃ上がりますね。まつげを白くする場合には明度のコントロール、これをねめちゃくちゃ頑張ってください。これだけでねかなり難しいですね。はい、すいません、ちょっとね話が脱線しました。元の話、あんまり逆光にしすぎてしまうと単純に手前の形が沈みすぎてしまうので、部分的にでもですね光を当ててあげて見栄えを良くしていきましょう。で、本当はですね顔自体に光を当てたいところなんですが、でもね顔は影に沈めてちょっとこう内気な感じを出したいっていう気分もわかるので、今回は体の一部分にちょっとだけね光を足してみます。それだけでもかなり違うと思います。はい、こんな感じ。はい、肩のねここだけでも光を足すと絵の見やすさが格段に上がる感じがしますよね。さらにもう少しだけ微細に光を足していきましょう。暗い中にももう少しだけね明るい反射光を加えてあげることで形を持ち上げる効果があります。こうです。はい、こんな感じで、最後にね体全体に線を描き足していきますね。はい、どうでしょう。今ね体の部分だけに手を入れてきましたが、自然なポーズにしつつ光を当ててあげたことによって絵の見やすさ、見栄えがね高まった感じがすると思います。さあ、そして次顔です。顔もですね、形はすごくかっこよく描かれているんですが、3点だけうまくいってないポイントがあって、それがですね見栄えを著しく下げている原因になっていると思います。1点目は耳の位置とメガネの角度、さっき言ったねこのテンプルの部分ですね。そして2点目は髪の毛のディティールの足らなさ。そして3点目、全体的に線が細すぎるってことですね。はい、まずは耳の位置から直していきましょう。こうです。はい、若干ですね耳の位置を下げてメガネのテンプルの角度があまり急角度にならないように調整しました。あと髪の毛なんですが、もうちょっとだけね陰影を複雑にすることによってディティールを増やしていった方が見栄えが良くなると思います。これ白飛びしているんじゃなくてですね、ちょっとですねこういう部分にこう陰影が足りないだけな気がしますね。はい、やってみます。はい、明るい面積にも暗い部分を、暗い部分にも明るい面積を少しだけ足してあげることで、より髪の質感や形をはっきりさせることができます。あまりにもねこうつるっとしてしまって引っかかりがなさすぎるなと思ったら、今のねポイントを意識してみてください。はい、そしてさらに髪の毛にも線を描いていきます。はい、こんな感じ。あと耳を直す時にねちょっとピアスが外れてしまったので、元あったようにピアスを描き足していきます。
こですね、もともとここ無断転載禁止マークが貼ってあって、あんまり見えなかった部分なんですが、無断転載のねマークを入れること自体はいいんですが、ピアスねこれ結構見せどころだと思います。かっこいいと思うので、ここにねあえてかぶせていくっていうのはちょっと考えた方がいいと思いました。かっこいい部分をねあえて隠すと、それはそれで見栄えが良くなくなりますから、当然ねいいねは減りますよね。いいねが減ってでもいいからあえてここを隠すのか、それともいいねは欲しいから別の部分にマークを入れるのか、そこはね自分で選んでくださいね。はい、そして髪の毛の線を描いたので、同じく顔の線も特に目の線ですね、ここをもう少しだけ書き込んでみましょう。はい、こんな感じ。特にねこのキャラ目がすごく赤くて他が白いので、アルビノなのかな、こういう場合目の赤だけがものすごく目立って他の形がはっきりしないっていう、少しねこう変なバランスになりがちなので、こういう場合はね線をもっとはっきり描かないと、そもそも形が分からずに描けてない印象につながってしまうケースがあると思います。そこがね今回の絵が形はよく描けてるんだけど、なんかぼんやりしてしまって下手に見えてしまっている原因につながってると思います。あと単純にですね、目をもう少しだけ明るく描いてあげてもいいかもしれません。こんな風に。はい、目の光をね強調してあげることで、極端に目の玉だけにコントラストがついてしまうことを避けられます。そして最後背景なんですが、背景もですね前回はねこうグレーだけだったので色を使ったチャレンジナイスだったんですが、これね緑色使う場合には結構注意です。キャラの色がすごく今回繊細なので、背景の色の彩度がめちゃくちゃ今回ねちょっと高く見えちゃうんですね。キャラがね背景に食われてしまってるんです。なんだろう、この七色のねギラギラしたこの皿の上にフグの刺身乗せていってるような感じ、なんかそういうバランスになってしまっています。背景の彩度、単純にもう少しこう落ち着けてあげた方がこのキャラに対してはいいような気がしますね。若干調整します。はい、まずね背景の空の色が結構ねこうめちゃくちゃ彩度が高いシアンだったので、もう少し彩度を落ち着けました。さらに葉っぱの緑ちょっとねこうどぎついので、これをもう少しだけ空の色に近づけて落ち着けちゃいましょう。はい、このぐらい落ち着けてあげて、でちょっとねところどころハイライトを足してあげる、派手な色を足してあげる、そんな感じのイメージで調整してみるとバランスよくなるかもしれません。最後若干ハイライトを強調します。はい、こんな感じ。今回の添削は以上となります。並べて比較してみましょう。はい、右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか。今回はですね結構大きくポーズを変えたので、かなりねこうガラッと印象変わっちゃうかなと思ったんですが、意外とそこまで印象を大きく変えることなく、本来のサキトさんのキャラクターのかっこよさだけを引き立たせることができたのではないかと思います。はい、そのぐらいですね、特にサキトさんは顔はうまく描けていると思うんですが、特にですね色のコントラストのバランス、線の太さ細さ、そしてポーズの自然さの部分で苦労している印象です。この動画を見ている皆さんの中でも同じ部分でね苦労している方多いと思いますので、この動画を参考にしながらご自分のイラストセルフ添削ぜひしてみてくださいね。きっともう一段階ググッと成長していただくことができると思います。そして今回はポージングについての指摘がありましたが、ポーズつけるの結構苦手なんだよなという人もいると思います。そんな方はこちらの動画、キャラクターがうまく描けない理由はポーズと構図の違いを理解していないからですをご覧ください。きっと参考になると思いますよ。それでは最後にあのコーナー、気まぐれじゃんけんのコーナーです。いきますよ、準備はいいですか。気まぐれじゃんけんじゃんけんポン。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。